皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、もうすでに見えておりますけれども、エーブルキャリーさんからレビュー用に提供していただいたこちらのバックパックデイブレイカー2をご紹介していきたいと思います。で、エーブルキャリーさんのバックパックというと、うちのチャンネルでは去年の後半ぐらいだったと思うんですが、こちらですね、デイリープラスというバックパックを最初に紹介して、でその後ですね、今年に入ってからこれですね、13デイバックという13リットルのちょっとね小さいバックパック、そしてはい、3つ目はこれになるんですけれども、マックスバックパックという30リットルの、旅行とかね出張に向いているバックパックですね。こちらを紹介してきました。で今回ねご紹介するのは、今まで紹介したこの3つの系統とは全く違ったモデルですね。もう見るからにシルエットが違うんですけれども、このねデイブレーカー2というバックパックを紹介していきたいと思います。で実際ですね、今まで紹介してきたエーブルキャリーさんのバックパックとはこのデイブレーカー2かなりね違いがありますし、またね違った魅力のあるバックパックとなっておりますので、ぜひね最後までご覧いただきたいと思います。それではね始めていきましょう。はい、まずはね初データを紹介していきたいと思います。サイズからですけれども、高さが50センチ、そして幅が26センチとなっていて、奥行きなんですが、奥行きが約ね19センチとなっております。で素材に関してですけれども、詳しくはね後でまた紹介しますが、今ご覧になっていただいているモデルが X パックのモデルで、あとですねコーデュラリップストップのモデルもあります。で重量の方ですが、 X パックモデルの中でも2種類ありまして、型番が VX21 のタイプは 690g、 そして X42 という型番で、今見ていただいているものがそれなんですけれども、こちらは 718g になります。であとコーデュラリップストップのモデルに関しては 660g となっています。で容量が25リットルで、収納に関してですけれども、これも後でまた紹介しますが、 PC でいうと16インチのノート PC まで収納可能となっています。それからカラーバリエーションですけれども、はい、こちらが公式サイトの商品ページになりますが、カラーバリエーションは全部で5種類ありまして、素材ともねちょっと関係してくるんですが、今見ていただいているのがコーデュラリップストップのブラック、そして同じくコーデュラリップストップのタンですね。であと X パックモデルのこちらはブラック、そして今日ご紹介するのがねこのオリーブグリーンで、最後これがオンライン限定商品になるんですけれども、コヨーテブラウン、このね5色となっております。で最後に価格ですけれども、コーデュラリップストップモデルは 23,100 円、そして X パックモデルは 29,700 円となっています。はい、続いてね素材について少しね補足説明をしておきます。はい、まずね素材 X パックについてご説明します。 X パックという生地はアメリカのディメンションポライアント社がヨットの帆ですよ、セールクロスのために開発した生地で、ご覧になって分かるようにねこういうふうに斜めに格子状に線が入ってますよね。はい、裏から見るとねこんな風になっているんですが、これねポリエステルを強くよった芯なんですよ。網目状の芯に表生地と裏生地を圧着してですね、3層を貼り合わせて作っている生地なんですよね。でこれ何がいいかというと、普通ね布製品って縦糸と横糸で編まれていますので、縦方向と横方向の引っ張りには強いんですが、斜め方向には弱いんですよね。でもこれ斜め方向に芯が入っておりますので、斜め方向の引っ張りにも強いんですよ。ということで強度が抜群、そして軽くて薄くて耐水性防水性ですね、これも兼ね備えているということで、すごくねバックパックとかアウトドア用品に向いている生地になっております。で特にねリュックなどに使った場合に重たい荷物を入れてもこの型崩れしにくいという利点があります。でもう一つのリップストップの方なんですが、こちらの13デイバッグでご説明したいと思います。これリップストップの生地を使っているモデルなんですけれども、よく見ていただくとこれもね縦と横方向に格子状にほら模様が入ってますよね。強度が高くて太い糸、または複数によった糸などを格子状に織り込んでいる生地なんですよ。でこれ何がいいかというと、名前の通りリップストップですよね。リップっていうのは避けるっていう意味で、避けるのを止めるからリップストップって言うんですけれども、生地の強度が非常に強くてほつれにくく破れにくいというのが特徴にあります。ですのでこの生地もねアウトドア用品にぴったりですし、こういったバックパックにねうってつけの生地なんですよね。
で、XPAC ほどではないですけれども、ある程度ね、撥水性能も高いです。はい、ということでね、2つの素材紹介しましたけれども、この2つの素材に関してどう選んだらいいのかっていうのは、今までの動画では、普段のね、移動が電車とか車が多い方は、コーデュラリップストップで十分ですよ。バイクとか自転車とか、かなりね、雨に降られる可能性が高いという場合には、XPAC を選んだ方が無難ですよと。なぜならば、撥水性、防水性が XPAC の方が高いから。ということでね、紹介してきたんですけれども、今回紹介しているこのデイブレイカー2に関しては、かなりね、アウトドアにも向いているバックパックなんですよね。実際ね、日帰りのハイキングとか低山の登山ぐらいなら十分こなせる性能があります。で、もしね、そういった面で結構使う用途があるんだという場合にはですね、XPAC を選んでおいた方が無難なんじゃないかなと思います。はい、次にね、デイブレイカー2のポケットの構成と合わせて特徴機能もね、紹介していきたいと思います。はい、ではまずね、メインコンパートメントから紹介していきます。このデイブレイカー2、かなりね、個性的な開き方をします。ファスナーの位置がこういう風に数字の7のような形で配置されております。で、ジッパーに関してはダブルジッパーで止水ジッパーになっております。で、このジッパー開けると、今言ったように向かって左側はここまでなんですが、右側がぐるーっと回りまして、ここまで開きます。で、オープンするとこんな感じですね。大きく開口します。で、これがデイブレイカー2の魅力の一つだと思うんですが、開口しますよね。25リットルのバックパックの容量、ほぼそのままが大空間で現れるわけですよ。一つの空間なんですよね。で、この大きなね、空間のメインコンパートメントの中にあるポケット類ですね。ちょっと紹介していきたいと思いますが、まず背中側からいきましょう。一番上にですね、こういうジッパーがあります。で、これね、開けると、こういうですね、フレームが入ってるんですよね。少し弾力のあるフレームの板が入っているんですが、エーブルキャリーさんの他のモデルだともうお約束になっているんですが、ここを開けると隠しポケットみたいなものがあるんですが、実はこのモデルはそれがありません。ないんですよ。もうこのリュックの底までドーンと一つの空間になっております。で、ここはポケットというよりはこういうね、フレームを入れるための空間と思っていいのかなと思うんですけれども、ただファスナーがわざわざ付けられていますので、何かしょっちゅう取り出したりするものではなくて、入れっぱなしにしておくものとか、あるいは旅行でいうと貴重品ですね、パスポートを隠して入れておくというような使い方にいいんじゃないかなと思います。で、実際にポケットとして使うのはその下ですね。ここにファスナーがありまして、間口がね、約20センチぐらいですね。で、ただこのポケット、底がね、浅いんですよ。はい、こんな感じで、そこまでは11センチぐらいですね。こういった、これコンパクトサイズですが、長財布。これは十分入りますし、あとこれは iPhone 15 Pro ですが、これもね、十分入れることができます。で、あと付け加えると、このポケットにはこういうループがついておりまして、後でね、紹介しますが、別のポケットについているキーフックですね。これを取り付けることもできます。はい、続いてね、さらにその下、ここに割と大きめのポケットがあります。で、ここはですね、ちょっと伸縮性のあるゴムのようなものが口のところにね、つけていてくれるんですけれども、例えばここね、ノート PC 用のポケットとして使うこともできます。で、先に紹介したように15インチクラスのノート PC まで入りますので、これは13インチクラスの MacBook Air なんですが、余裕で入りますよね。ただ、ここは注意してほしいのは、ちょっと暗くて見えないと思いますが、底の部分にクッション材がないんですよ。で、一応ね、一番底からこれぐらい浮いているんですけれども、こうやってストンと入れた場合に、机にね、直撃する可能性がありますので、その辺は注意してください。ノート PC を持ち運ぶ場合には、こういったね、クッション性のある PC ケースですね。こういったものにノート PC を入れて、で、このポケットに入れるという風にした方がいいと思います。で、ちなみに、このポケットにね、関連してちょっと付け加えておくと、ループがね、こういう風に3つあるんですよね。
で特にこのループなんですけれども、おそらくこれね、ハイドレーションシステムにね、対応してるんじゃないかなと思います。登山とかね、されてる方はご存知だと思いますけれども、バックパックの中に水のタンクを入れて、で、バックパックを下ろすことなく、そこからね、チューブを引っ張ってきて、吸いながら行動するというためのものなんですけれども、おそらくね、こういったループを見る限り、そのハイドレーションシステムに対応しているんじゃないかなと思います。はい、続いてメインコンパートメントの側面に行きましょう。で、こちら側には何もないんですが、これですね。向かって右側の側面には、メッシュ生地の割と伸縮性のある縦長のポケットがあります。通常こういう形を見るとボトルポケットだなという感じなんですが、はい、例えばね、こういった 500ml クラスの水筒、これね、十分入りますし、あとね、ちょっと大きめ 600ml 入っているミネラルウォーターのペットボトル、これもね、入ります。でもちろんね、縦長のポケットですので、こういった折りたたみ傘を入れるのにもね、向いてるかなと思います。はい。で、あとね、メインコンパートメント内のポケットでいうと、この蓋の側の部分ですね。ここに一つポケットがあります。で、こちらですね、間口が約20センチぐらいなんですが、やはりね、深さはそれほどではありません。10センチぐらいですね。ただ、この上側も空間があるんですよ。なので、これぐらいの幅のものであれば、なんとかね、入れることができます。それから、ポケットの生地自体がメッシュ生地で、若干透けておりますので、例えばこういったものを入れても、ポケットの外から何を入れてるのかっていうのがね、わかるかなというふうに思います。で、このポケットですね、めちゃめちゃ考えられてるなと思うのが、ポケット自体の一番上部、縫い付けられているのがここなんですよ。このファスナーのラインに合わせて縫い付けられています。で、これがどういう意味を持つかというと、ここにね、例えば重たいもの、これ1万ミリアンペアのモバイルバッテリーですが、これを入れるとしましょう。で、今何にも荷物入ってないんですけれども、こういうふうに締めますよね。ほら、わかりますか？荷物ここしか入ってないんですけれども、へこんでないでしょ？へこまないんですよ。重いものを入れてもへこみません。これすごくないですか？今入れたモバイルバッテリーの重さっていうのはここにかかってるんですよ。これがポケットの縫い付けがこの辺にあれば、ペコンってこの辺がへこんでくると思うんですが、このトップに縫い付けてあるので、重いものを入れてもへこまないんですよ。これちょっとね、すごいなと思いました。ただしですよ。形が崩れないとはいえ、あまりここにね、重すぎるものを入れるのは僕はお勧めしないです。ちょっと話がややこしくなってきますが、なぜかというと、これね、ちょっと変わった形に開くじゃないですか。重いものを入れると、これね、こう開くんですよね。ペコーンってなりますので、その辺のね、加減は皆さんね、使いながら覚えていただけたらと思います。あまり重いものを入れると、こうなります。はい。ということで、メインコンパートメント、それからメインコンパートメントの中のポケット構成は以上になります。はい。次にね、外側に行きたいと思います。はい。バックパック後方から向かって右側ですね。こちらにはですね、ここです。やはり止水ジッパーがありまして、サイドポケットがあります。間口がね、やはり20センチぐらいですね。で、奥行きはですね、ほぼこのバックパックの奥行きと同じぐらいですね。約9センチぐらいとなっております。で、このサイドポケットね、奥行きこそ9センチぐらいであまりないんですけれども、幅がありますので、例えばこういうね、折りたたみ傘ですね。若干ね、ちょっと入り口が狭いので、出し入れはちょっとしにくいかなと思うんですが、入れることができます。はい、あとね、iPhone 15 Pro ですね。これは十分入ります。ただし、はい、こういったコンパクトサイズの長財布なんですが、これになってくるとちょっとね、厳しくなってくるんですよね。一応入るのは入るんですけれども、間口がギリギリなのと、あとね、奥行きも、本当にちょうどいい感じなんですよね。なので、通常サイズの長財布であれば、ちょっとね、このサイドポケットに入れるのは苦しいかなというぐらいのサイズ感ですね。はい、続いてね、反対側面ですね。バックパック後方から向かって左側ですが、ここにはですね、ボトルポケットがあります。で、このボトルポケットなんですけれども、ご覧の通りね、マチがありまして、こういうふうにゴムがついております。
はい、ですのでね、また登場しますが、500ml クラスのこういう水筒ですね。余裕でね、入れることができますし、ポケットからはみ出すのはだいたいこれぐらい。で、同じく 600ml のペットボトル、ミネラルウォーターですが、これの場合だと、はい、こんな感じでね、もうキャップのあたりが見えるかなというぐらいのサイズ感になっております。で、ちなみに、このボトルポケットですが、底の部分、はい、見えますでしょうか。こういうふうにですね、水抜き用の穴が開いております。ですので、例えばね、雨に降られた場合なんかは、ここを伝って、ボトルポケットの中にね、水が浸入してきますけれども、ここからね、水が抜けていくというふうになっております。はい、続いてね、背中側に行きたいと思います。ショルダーハーネスですね。はい、まずね、素材ですけれども、表側が X パック、そして体に当たる側ですね、内側がメッシュ生地になっています。で、このショルダーハーネスですが、適度なね、硬さ、そして幅がありますので、ややね、全体的に薄めかなというふうには思うんですけれども、背負い心地としてはね、悪くはないですし、あまりね、重たい荷物を入れない限り、肩にね、食い込んで痛いというようなことはないと思います。で、このショルダーハーネスのここにですね、チェストストラップがあるんですけれども、はい、これはこういうマグネット式ですね。カチッと止まって、で、外すときはこう外します。取り付けは一発で簡単。外すときはこの角度で見た方がいいですね。こういうふうに外します。で、このストラップ自体、こういう構造で止めてありますので、このね、位置をループごとに変えることができますし、必要ないという方はね、もう取り外してしまうことも可能です。ちなみにこちら側のね、チェストストラップは裏にゴムがついていて、多少ね、この範囲ですけれども遊びがあるというような設計になっています。はい、続いてね、背中の当たる部分に行きましょう。ご覧の通りですね、縦に2本クッション材の入っている太めのね、ラインがあります。で、ここが出っ張っていて、他はへこんでいるんですが、この凸凹がね、それほどではないんですよ。ほんのね、数ミリ程度出ているっていう感じなんですよね。で、しかも、これ全体的に素材が撥水性の高い X パックなんですよ。ですので、通気性という面はね、あまり期待できないです。で、また、この緩衝材のない部分、ここにはですね、先ほど見ていただいたこの黒いフレームですね。これ自体ね、クッション性は多少あるんですけれども、この薄い部分のクッション性はもうこれだけなんですよね。ですので、何かね、角のあるものとか、尖ったもの、硬いものをね、パッキングした場合には、ちょっとね、背中にその感触が伝わるということも考えられます。はい、あとですね、補足として、ここにですね、トップハンドルがあります。それと、あと、両サイドにね、はい、こういったサイドハンドルがついております。この辺りはですね、非常に取り回しが便利だなというふうに思います。で、さらに付け加えると、このバックパックですね、よく見ると、例えばこことかですね、この反対側もそうですね。そして底面、ここ、ここ。で、あと、これ A フレームなんですけれども、これもいくつかループ状になっておりますし、側面の先ほど紹介したサイドハンドルですね。これ自体もループになっていますし、この上と下ですね、両サイドもループになってるんですよ。ということで、至るところに結構ループが存在しておりまして、もしね、このバックパックに入らないようなちょっと大きめのもの、例えばこういうキャンプでよく使うね、マットですよね。こういったものもこのループを使えば、バックパックのね、下にくくりつけてぶら下げることもできます。ということで、拡張性もね、結構あるんじゃないかなと思います。はい。ということでね、諸データ、それから構造等ですね、紹介してきましたけれども、ここからはですね、実際にこれ届いてからね、もう2ヶ月近く僕はみっちり使っておりますので、使ってみてね、感じたこと、分かったことをご紹介していきたいと思います。で、まずね、使ってみて良かった点からいきたいと思いますけれども、まず1つ目、圧倒的に軽いという点です。このね、デイブレイカー2、バックパック自体がもう圧倒的に軽いんですよね。諸データのところでね、紹介したように、デイブレイカー2の重量、型番によってね、微妙な違いはあるんですけれども、だいたい 700g 前後なんですよね。で、それに対して、ちょっとね、他のエーブルキャリーさんのバックパックと比較してみたいと思いますけれども、まず重さで近いのは、はい、こちらですね。13デイバッグ。
こちらはね X パックモデルだと 690g ということで、だいたいね同じぐらいの重さになるんですが、名前の通りこれ13リットルなんですよ。で片やデイブレーカー2は25リットルなんですよね。倍近く入るわけですよ、この重さの違い。そしてこちらはデイリープラスなんですが、これは21リットルの容量なんですが、重さが 1210g ということで、容量は4リットルほど少ないけど重さは倍近くあるというようなことになるんですよね。いかにねデイブレーカー2が軽いかっていうことをねお分かりいただけると思うんですよ。でさらにですね、エーブルキャリーさんお得意のこれですよ、 A フレーム。これが実際の重さよりも背負った時に軽く感じさせてくれるんですよね。バックパック自体の重さが超軽量な上に A フレームで軽く感じさせてくれる。これはねやっぱりすごいですよね。もちろんね後でお話しますけれども、超軽量にするためにいろいろとね犠牲を払っている部分はあるんですよ。その点も隠さずに後でお話しますけれども、とりあえずバックパックっていうのは軽いのは正義ですので、この軽さは本当にね最大の魅力だと思います。それから良かった点の2つ目です。これはですね、縦長スリムなデザインです。見た目ですよ。で実を言うと今でこそちょっとお話しますけれども、エーブルキャリーさんのバックパック3種類紹介してきたんですけれども、このねデイブレーカー2に関してはあまり興味なかったんですよ。ところが今年のゴールデンウィークに大阪に行った時に、あるね百貨店でエーブルキャリーさんのバックパック実物を置いてるコーナーがあったんですよね。でそこにこれがあったんですよ。デイブレーカー2のオリーブ色があったんですよね。それ見た瞬間に一目惚れしたんですよ。なんてかっこいいんだっていうふうに思ったんですよね。ですぐにエーブルキャリーさんにぜひレビューさせてくださいと言って送ってもらったというのが事の真相なんですけれども、これね本当によくできたデザインだと思いますね。今まで紹介したねエーブルキャリーさんのバックパックって、これ13デイバッグですけども、これはこれですっきりしてるんですが、基本的に丸いというか卵型じゃないですか。ところがデイブレーカー2は割と直線的な縦長のシルエットなんですよね。大阪のおばちゃんがよく言うところのシュッとしてはるなっていうやつですよ。このシュッとした男前なところに惚れてしまったんですよね。なんと言いますかね、シンプルでスマートで軽さをね実現するために極限までいろいろな必要だけど、これはなくても大丈夫だっていうものを削ぎ落とした後の引き算の美しさというかミニマルな美しさ、これがあるなっていうふうにこのバックパックには感じました。ただねこれも一長一短あると思いますので、その一短の方は後でお話しますね。で続いて良かった点の3つ目です。今ね非常にシュッとしてるシンプルだっていう風に言ったでしょ。細身で縦長でかっこいいっていう風に言ったんですが、3つ目はですね、それでいて25リットルの大容量っていう点です。本当にね一見縦長でスリムじゃないですか。それほど大きく見えないし、もう一度ね21リットルのデイリープラスと並べてみますけれども、どちらが大きいかって言われたらちょっと一瞬迷いますよね。厚みだってねほらこんな感じなんですよ。今どちらも荷物入っていない状態ですが薄いんですよね。でも実際のところはデイリープラスの方が4リットルも容量大きいんですよ。でその秘密はね一体どこにあるんだろうっていうふうに思ったんですが、これはあくまでも僕の推測ですよ。メーカーさんに問い合わせたわけではないんですけれども、これね上の方が薄くて下の方が分厚い構造になってるじゃないですか。多分これが秘密だと思うんですよね。この底面に行くほど厚みのあるデザインだとパッと見スリムに見えるんだけど実は物が入るということになるんですよ。ここまでお話してくる中でアウトドアにも結構向いてますよっていう話をしましたが、その根拠の一つがこれなんですよ。アウトドアギアってコンパクトにね設計されているように思われがちなんですが、例えばねこういったもの、これは一人用のクッカーですね。鍋とかフライパンが一式セットになっていて、中にねガスボンベも入っています。非常にコンパクトに見えますけれども結構体積あるんですよね。そしてもう一つ例としてこういうものを出してきましたけれども、これねパーコレーターです。カップ3杯分ぐらいのコーヒーが作れるパーコレーターなんですが、こういったもの小さいように見えてねバックパックに入れると結構かさばるんですよね。でこのデイブレーカー2ですよ。こういった鍋類ですね。底の方が分厚いので当然入りますし、
あとこういったパーコレーターでこのね取っ手が邪魔なんですけれども、はい、こんな風にね入れることができるんですよね。でこれ横から見ていただくとスリムなままじゃないですか。この設計ねうまいですよね。ということでアウトドアってね結構こういうかさばるものをポンポンポンとパッキングしないといけないので、そういった使い方にも便利ですし、あとね僕個人的な話なんですが、この縦に長いデザイン本当にね僕の場合助かっております。というのはですね、通常ね僕はガジェットのレビューをよくやっているわけなんですけれども、先日ですねちょっと大きめなスマホジンバルのレビュー依頼があったんですね。でスマホジンバルですから外にね実際に撮影に行って使ってる様子なんかも撮ってきたわけなんですけれども、その時に外での撮影に持っていったものちょっと再現したいと思いますが、まずねこちらですね、これがレビュー依頼を受けていたスマホジンバルなんですが結構大きいんですよ。ですのでこれまず入れますよね。割と長さがありますけれどももう余裕なんですよね。はい、それからこれねボディバッグなんですが貴重品入れとして使っております。このままはい入れてしまいます。で個人的に一番助かるなと思うのがこれなんですよ。これ外での撮影で僕がよく使うセットなんですけれども、コンパクトデジタルカメラと大きいミニ三脚、ちょっと言葉が変ですがまあ本当に大きいミニ三脚なんですよね。でこれをつないだままではい、こんな風に入れることができます。これもね結構尺長いんですがちゃんとね入ります。はい、あとはねこういった小物ですね。これカメラをネックマウントするためのものなんですが、こんな風にして入れますね。それからこれは手元を映すためのネックマウントにつけるんですが360度カメラですね。はい、これはここですね。上部のポケットに入れます。はい、余裕なわけなんですよね。特に長いものがそのまま入るっていうのは僕は本当にありがたくて、最近ね外での撮影ではもうねこのデイブレーカー2ばっかり使っております。で良かった点の4つ目、今言ったね外での撮影こればっかり使ってますよっていうところに関係してくるんですが、4つ目はですね皆さんよくやられると思うんですけれども、ちょっと座ったままでやりますけれども、ショルダーハーネス片一方だけかけた状態でくるっとこういう風に前に回してきて、で物を取ったりっていうことをやりますよね。デイブレーカー2ってねこの物の取り出し方がめちゃくちゃ楽なんですよ。っていうのは数字の7の形に大きく開くファスナーがついてるじゃないですか。ここピッてやってやると底の方に入れた荷物でも上の方に入れた荷物でもこれアクセスできるんですよ。めちゃめちゃ便利です。で実際昨日ですね今度は違うジンバルカメラの試し撮りのために外に撮影に行ったんですけれども、途中でねカメラのバッテリーパックですね、それを取り出そうと思ってベンチに座ってよっこらしょっていう感じでバックパック前に回して中のねポーチを取り出してっていうことをやったんですけれども、本当に楽なんですよね。で今回はそういうバッテリーパックを取り出したりっていうことだったんですけれども、例えば一眼のカメラを使ってらっしゃる方であればレンズを交換したい時ってありますよね。そういった時にですねこの前に回してアクセスするっていう動作、このバックパックだとすごくね楽にできます。ということでこの点も本当に良かったので、個人的には外での撮影最近ずっとこのデイブレーカー2を使っております。はい、ということでねここまで使ってみて良かった点をお話してきましたけれども、続いてですね気になった点もご紹介していきたいと思います。ただね今回デイブレーカー2で気になった点、今から挙げるものっていうのはこのバックパックが軽さを追求するがゆえに手放したもの、トレードオフの関係にあるものばっかりなんですよね。なのでちょっとね欠点とは言い切れないんですよ。ですがこのね動画をご覧になっている方っていうのは多分ねこのバックパックに興味があって購入しようかなっていうことでご覧になっていると思うんですよね。でそういった方にこういう点もありますよっていうのはやっぱり伝えておかないといけないと思いますし、あとねこのモデルがデイブレーカー3、4、5と少しずつね改良されていくにあたってちょっとここ改善してくれませんかっていうエイブルキャリーさんへの要望としてもねちょっとお伝えしておこうかなというふうに思っております。
でまず1つ目ですね。このバックパックに関してやっぱり一番気になったのが、この背中に当たる部分の通気性です。でこれはね、ちょうどこれレビューにいただいたのが5月の終わりぐらいで、今7月の後半の夏真っ盛りに入ってきたところなんですよね。非常に暑い時期だったというのもあるんですが、やっぱりね、今回これが一番気になりました。先ほどね、お話したスマホ用ジンバルの撮影に行った時、ずっとこれを背負ったままテクテクね、歩きながら動画を撮っていたんですけれども、背中ね、やっぱり汗びっしょりかくんですよ。で、軽さを追求するので、とりあえずね、この背中の部分は今凹凸もあまりないですし、あとね、メッシュではなくて表面の生地も全部が X パックになっているんですけれども、暑い時期の汗対策、これに関しては次のモデルチェンジで対応してくれたら嬉しいなっていうふうに思います。で、今ね、このモデルを購入検討されている方には一つの答えとしてですよ、これが絶対いいというわけではないんですが、昨日本当にね、外気温36度の中で1時間ぐらいジンバルカメラの試し撮りでテクテク歩いていたんですが、めちゃくちゃ暑かったんですけれども、その前のスマホジンバルの撮影の時にちょっと背中汗で懲りたので、こういうものをね、使ってみました。これね、アウトドア登山なんかされてる方はね、こういったものよくご存知だと思うんですけども、これはプラスチック製で1センチ5ミリぐらいかな、二重構造になっていて、要するにバックパックと自分の背中の間に隙間を作ってくれるものなんですよ。で、昨日の撮影ではこれをつけてね、1時間ぐらい撮影していたんですが、これつけただけでめちゃめちゃ効果あります。汗はかくんですけれども、背中の蒸れに関してはですね、かなり抑えることができたと思います。こういったものをね、使うことによって、この背中が当たる面の通気性、ある程度ね、対応できるんじゃないかなと思います。2つ目の気になった点。これもね、ぜひ次のモデルチェンジの時に改善してほしいなと思う点なんですが、それがですね、サイドポケットなんですよ。で、ポケット構成の紹介の時にお伝えしたように、そもそもこのデイブレーカー2って外から直接アクセスできるポケットが少ないんですよね。もうこのサイドポケットだけなんですよ。ちなみに先ほど紹介忘れてましたので、これね、お見せしておきます。キーフックはここについております。で、それはいいんですが、このサイドポケットね、何を改善してほしいかというと、ここにね、サイドポケットがあるんですが、これの内側を見ていただけるとわかると思います。これなんですよ。ボトルポケットが内側についてるんですよ。でね、ここに例えばね、こういう水筒を入れるとするでしょう。そうすると分かりますでしょうか、サイドポケットのもう待ちがなくなるんですよ。かなりね、薄いものであれば入りますが、こういった硬いステンレス製の水筒なんか入れた場合には、ここもこのステンレスのボトルの形になってしまって、ちょっとね、使いにくいんですよね。このサイドポケットの空間とボトルポケットがお互いですね、空間を奪い合う形になっているので、この点は何かうまいアイディアで次のモデルチェンジの時に改善してほしいなと思います。気になった点の3つ目、これで最後なんですが、それはですね、地味な点なんですが、普段使いにおいてね、ちょっと重要なポイントなんですけれども、自立するかどうかという点です。で、今ね、ご覧の通り自立しております。で、荷物の入れ方次第でもやっぱりね、自立はするんですが、必ず自立するわけではないという点なんですよ。背が高いっていうのがあると思います。重心がね、どうしても上の方に行ったりしますので、倒れやすくなったりはすると思うんですけれども、ものによっては自立するし、ものによっては倒れてしまうということなんですよね。このあたりね、全体的な形とか底面の広さとかも関係してくると思いますので、できればね、次のモデルチェンジの時に自立は絶対するぞというような形にしていただけたらと思います。ということでね、またいつものように長々と話してしまったんですが、最後にまとめとしてですね、このデイブレーカー2に関する個人的なね、感想、総評と言ってもいいかな。そういったものをね、お伝えしておきたいと思います。で、このバックパックね、一言で言うと、刺さる人には刺さるバックパック、ハマる人にはドハマりするバックパックということができるんじゃないかなと思います。エイブルキャリーさんのこれまでね、紹介してきた他のプロダクト、それとはね、明らかに一線を画している違った系統のバックパックなんですよね。で、軽さをね、とにかく追求するために、必要最小限の機能は残しつつも、例えばね、ポケットの構成とか、背面のクッション材とか、削れるところはもうどんどん削っていった結果、
非常にシンプルで研ぎ澄まされたバックパックになっているというふうに僕は感じました。で、そのためですね、もしかするとこれ使ってみて、なんか足りないと感じる人多分いらっしゃると思います。背面のね、背中の当たる部分がやっぱりメッシュ生地の方がいいよねとか、あるいは外からねアクセスできるポケット、あともう一つ本当はねこのトップあたりですね、ここにもう一つあったらいいのになっていう風に思う方絶対いらっしゃると思うんですよ。でもね、そういった人がいらっしゃる反面、これで十分だ、これがいいと思われる方にはこれねドハマりするバックパックだと思います。で、最大の魅力はもう圧倒的な軽さですね。このバックパック自体の圧倒的な軽さ、そして軽さを実現するために結果的にね出来上がってきたこのシンプルさ、細身なシルエットが本当にね好きな人には刺さると思うんですよ。でね、この25リットル大容量のメインコンパートメント、この一つの空間でほぼ25リットルあるわけですよね。こういったタイプのバックパックって普段使いもちろんできますし、その上で例えば低山の登山とか日帰りのハイキングとか軽めのアウトドアであれば十分にこなしてくれます。またね、その他のスポーツとかジムに通ってますよという方、シューズとかですね、着替えとか割とかさばりますよね。そういったものがポンポンと入りますよね。そういったギアを持ち運ぶのにも適しているバックパックだと思います。で、もしねちょっと機能的にここがこうだったらいいのになとか、あるいは大きいものがもうちょっとで入るのになっていう時には、シンプルさゆえにねカスタマイズ性も高いんですよね。こういったループなんかもいろいろなところにつけてくれておりますし、自分好みのねバックパックに改良していくということもこのバックパックであればすごくね簡単にできると思います。で、もっと言うとね、このバックパックってもしかすると自分好みにカスタマイズする楽しみが魅力になるかなという可能性も感じるんですよね。シンプルでスマートで、ぜひねこのシュッとした男前のバックパック使ってみていただきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、エイブルキャリーさんからレビュー用に提供していただいたこちらですね、デイブレーカー2というバックパックをご紹介してきました。で、エイブルキャリーさんのバックパックに関しては実物をね見てみたいという方、公式サイトの方に取扱ショップのね一覧がありますのでご覧いただきたいと思いますし、またエイブルキャリーさんね香港のメーカーさんなんですよね。お近くにねショップがない場合でもご覧の通りですね、送料無料で公式サイトからね購入することができますし、あとですね、もしやっぱりね体に合わないなとか思っていたものと違うなという場合にはこれですね、14日間無料お試しという制度もありますので、こういったものをね使ってぜひね実物を手で触り背負ってみてください。そうするとですね、エイブルキャリーさんのバックパックの品質の高さ、良さがね分かっていただけると思います。この動画が参考になった、面白かったという方は応援の意味を込めて高評価押していただけるとすごく嬉しいです。またチャンネル登録まだの方、ぜひねチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。